直に行って朝早くお花を買って、野菜もちょっと買って帰って一番最初にお花をいつも生けています。1週間にそうですね、2回ほど近くの産直に通っています。で、大体もう、生ける花は決めているんですけども、まずこのね、ガラスのイギリスのアンティークなんですけども、こちらにはもうユリを入れようと決めてこの器を買いました。そして、産直に行くとユリも安いので、いつもこれを入れています。もう本当にこれはもう無造作に葉っぱを取って器の大きさにもう切って入れるだけ。それで中のね、おしべのこのね、色がつくと嫌なので、ここだけここ取ります。粉が出ないうちに取りたいです。開き始めたら一番に中を覗いて取ります。ね、この状態じゃ全然取れないので、はい。で、あとはもうこの中に入れたバランスをもう見るだけです。だいたいこれで250円なので、1週間それぞれの花が咲いていって楽しみます。1週間後もまだ咲いているユリもあって、で1週間に一度は産直でユリを買ってきてここに生けるっていうのが、もうこの花瓶を買ってからの私の暮らしのルーティンになりました。今日実は普段絶対買わないんだと、こんな素敵な可愛らしい花がありました。百日草っていうのかな、ジニアが合ってるかね。すごい可愛い。私の子供の頃はお墓にあげるお花でおばあちゃんが作ってた、そんなイメージのある、いつも炎天下の中咲いてる花でしたけど、こんなおしゃれな色じゃなかったです。今日産直に行ったらこれ1束100円、8本これで200円、すっごい安いのよね。びっくりしました。でももう夏らしくて、夏休みを思い出してこの花をちょっと生けたいなと思いました。それでこの間から私なんか器にハマってて、知り合いのアンティーク屋さんに行った時にこのフランスのアンティークと2つも買っちゃったんです、イギリスのアンティークで。今日はちょっとこれに入れてみたいなと思います。このジニアさんは、園芸だとここの毛がいっぱい出てるところに人間の手が触れると菌が繁殖してそこが腐りやすいって言われています。だからちょっと持つとこは少し考えながら葉っぱを少し減らしていきたいと思います。まずはいつもお掃除からですね。はい。じゃあちょっと1本本当に可愛い色なのよ。こんな色なかった子供の時は。木いちごの葉っぱ。じゃあ無造作に
スパイラルでする時のコツはですね、下で握ってるんですけど、上がこう開けるようにして、で、自分の方から私は鼻を見て、で開けて、ここのところに入れて、でキュッとしてます。これ人いろいろやり方はあるんじゃないかなと思うんですけど、最後下で握るんだけど、入れる時だけこうじゃなくてペッて開いて、ここに入れる感じで、私はこうやってここでこうやって握り替えてる。でまたこう葉をいろいろ入れますけど、上から見た時に全体が、丸い風景になるように、入れています。まだちょっと丸くないところを今こっち入れてるので、こっちに入れて、で色が、同じ子が来ないように見ながらなんですけど入れています。でこれ時々持ち替えてくるっと回してます。だからくる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 持ち替えてやらないと、一定方向ばっかりがお花が重なっていくので、持ち替えて、くるくる回しながらやるのがコツかなと思います。めっちゃ可愛いねこんな色普段産直に行っても選ぶことはなかったけど、今日の晴れの感じでこれが余計なんか鮮やかで、厚さじゃなくって爽やかな感じがしたのね、見た時に。でちょっと折れた子いるんだけど、折れた子はちょっと葉っぱの中で支えてもらって使います。みんなに支えてもらいましょう。支えてもらいました。そんな風にして使います。ちょっと飛び出た子も愛嬌かなとは思います。はい、こんな感じで、あとは切って、ちょっととりあえず短く切っておきます。最後にまた切り揃えますけど、それで、紐のくくり方ですけど、持った親指に持たせて握って、この上をくるくるくると、ここですね。それで最後は結んで終わりです。かわいいね。本当に、本当にかわいい。あと1本が250円だったバラ、エクレールね。そうそう、エクレール、エクレアみたいな名前ね、エクレール。なんか今ね、外の私のお店でも今花が咲いたまま咲いてて販売されています、苗が。はい、でこれはさっき取ってきた子たちと合わせたらいいなと思ったんですけど、すっごいいい香り。レモンの香りがするレモンマートルね。庭から取ってきました。レモンマートルを何でもこうね、奇数あればうまく
ラウンドになると思います。ブーケ作る時に2つだとちょっとバランス取りにくくて、3つあるとここで、ね、丸ができるので、3個何でも用意をすると、あとバランスが取りやすいです。それと取ってきたのがジャスミンのね、くねくねっとしたものですね。これもなんかちょっと動きを出すのにいいかなと。だいたいこう手幅ぐらいは、上が30センチと思ったその下手幅ぐらいはこう葉っぱ取って、まあ、随分取ってますね。私はね、随分取っています。葉っぱの整理をすると綺麗に見えるので、余分な葉っぱはいらないと思います。あとまあちょっと斑入りの子も使いたいなと思うので、小さな葉っぱの小葉のトベラですね。可愛いですね、この子がね。あと取ってきたのがシナモンマートル取ってきました。これもシナモンの香りがする。今日はなんかマートルばっかり取ってきましたね。マートルはね、お家にあるととても便利です。葉っぱの香りもいいので、このままね、捨てずにね、乾燥させるんですね。なので、まあ、お茶の時間にも使えるので、いいですね。これも、斑入りのマートル。これがマートルですね。銀バイク。斑入りです。この子は、ちょっと香りも、この子の香りもいい香りがします。マートル好きかもしれません、私。すべてのマートルあります。ショップにもいつも香りの植物があって、もうすぐに仕入れに行ったら、見たらもうすぐ欲しくなるんですね。自分が欲しくなるから、お店にもいつも並んでいます。シナモンマートル、レモンマートルと普通のマートルが今お店にあります。あとレモンユーカリもいっぱいあります。香りの植物、自分が好きだから本当にお店でも販売しています。はい。ではちょっともう紐先を取っていきますね。さあ、どんなものになるかしら。まあ、これ2本しかなかったんですけど、ちょっと真ん中が感じを。ちょっと手が痛いな。バラのはトゲを切っとかなきゃいけないですね。握るところは特にね。はい。それでちょっとその間に、ね、シナモンマートルとか入れていきましょうかね。なんかバラに対して同じものを3箇所入れてみました。1、2、3。それでレモンもちょっと。じゃあその間に1、2、3箇所と思います。そしてさっきの蚊帳ですね。蚊帳をちょっと中に入れて涼やかさを出してもらうために、これも3箇所私は入れようかな、今日。はい、3箇所入れて涼やかさが出ました。とっても、ちょっと動きを出すためにさっき取ってきたジャスミンの葉っぱですね。ジャスミンの葉っぱ、ちょっと動きを出すために入れます。小葉のトベラを入れると
ちょっと色の変化があっていいですね。はい、こんな感じかな。でくるくる回してみて、ちゃんとこう丸くねなってるかどうかで、なってなかったら少し直していきます。でもピヨンピヨンって出てる子はそのドームの形以外に出てた方がナチュラルで可愛いです。時々こうね、ドームの形じゃない人もあってナチュラルでいいんじゃないかなと思います。よいしょ。でくる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 回して確認します。できたかな。で飾れるのが楽しいですね。香りの葉っぱはそういうことでお庭にたくさん植えとくといいんじゃないかなと思います。ここの結びは片結びでも真結びでもどっちでも大丈夫です。本当に最初使いやすいのはこういうね、スパイラルにしたら下が広がるじゃないですか、ここの足元がね。なので、上の口が狭くて下が広いのが使いやすいです。かわいいバラと香りに包まれてよね、香りのリーフでできました。涼やかな感じ、ね、この黄緑とかだから、うちのお庭から採れたので作った風景だから、お庭が今グリーンが豊かっていうことよね。お庭を束ねるって感じよね。いつも言ってるけど、庭を束ねる、それが大事で、お庭の色がもうそのままアレンジに変わりますよね。だからお庭を素敵にっていうことは、素敵になったお庭を束ねると素敵っていうことなのよ。皆さんもお庭でもう少しリーフのことを意識して植えたらいいんじゃないかなと思います。香りのものは必須です。マートルとかは多分寒いところの人は弱いと思うので、寒さに。だから鉢植えにして取り込むなどされた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、高松だともう毎年、冬の温度が上がってきて、今地植えにしても大丈夫になりました、ね。これも本当にいい香りで、このままお茶に入れても、飲んでもいい。後からお茶しますかね、これでね。花瓶をね、集める楽しみであります。今日も実は100日草ね、このちょっと派手ですけど、子供の頃夏休みになると家の庭に100日草って咲いてました。おばあちゃんが仏様にあげるために作ってて、でもう炎天下の中100日咲いてるから100日草だよって教えてくれたの。今は色も少し可愛くなって、ジニアって言われてますね。園芸でガーデニングで使う素材になっています。今日これ本当に200円のお花なのね。でこのお花をパッと見た瞬間に私はプロバンスを思い出して、こういう可愛らしくてキュートでも光をいっぱい浴びて楽しそうなお花っていう、このイメージはプロバンスのイメージなのね。でついこの間友達のアンティークショップで、このね白のフランスのアンティークの柿なんですって。これをねジャグを見つけてとっても嬉しくなって東京から持って帰りました。でそれとお花を見てる時に一致して、あのジャグに行けてみたらどうだろうって
思って、もう花の色からフランス、そしてフランスのジャグ花器を買ったなっていうのが結びついて、とてもこう飾りたい気持ちになりました。そんな風に、花器もいろんな種類とか、本当にガラスとか陶器とかいろいろございますが、いろんなものを、集めておく。今日はもう一つはこの丸いね、すごい入れやすいのって言った。これもね、実は100均に昔あったの。でもね、一番行きやすくてずっと外せません。あとはいろんな瓶、飲んだジュースの瓶が可愛かったら置いてます。捨てれずに。これは香水のアンティークかな、アンティークの瓶ですね。あとね、一番お気に入りはね、このカップです。実は東京駅で見つけました。ワンカップワインのワンカップが入ってて、代わりにね飲みながら帰ったんですけど、でも本当にね、この辺の作りといい、花瓶にしたらとても可愛いだろうなと思って、飲んで美味しくて持って帰ってずっと飾っています。こういう楽しみがあります。全部なんか花を生けたらいいだろうなと思って、そういう視線でいろんなガラスの瓶を見たりしています。ね、お花と器はとてもね大事で、なんか今はもっぱら花瓶を集めすぎてどこに収納しようかなっていうのが悩みなんですけども、いつかこう扉を開けたらずらーっと今日どれにしようかなっていう風な場所を作りたいなと思